皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。今日のテーマは、ツインレイと出会った方の離婚について。これは様々なケースがあり、とても難しい問題ですが、ツインレイの道を歩む多くの方が向き合っている課題でもあると思います。今回は私がセッションを繰り返す中で見えてきた傾向や、離婚に関してどうすべきかのヒントをお話しいたしますので、よろしければ最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それでは、シリウス中継、スタート。ツインレイが出会うとき、どちらか一方、あるいは双方が結婚しているケースが多くあります。それは運命が仕組んだ試練のように見えますが、過去世から持ち越してきたカルマも複雑に絡んでいます。なぜ今出会ってしまったのかと、運命に嘆く方もいらっしゃると思いますが、二人の出会いは完璧なタイミングで、その状況で出会わなければならない理由があります。私はツインレイのセッションにおいて、二人の過去世を見ながら、今世クリアすべき課題をお話しします。ツインレイは過去世で何度か出会っていることが多く、その中でも今世に一番影響を及ぼしている過去世にフォーカスをします。それを繰り返しながら感じるのは、過去世において二人が越えられなかった何かしらの課題が、今世の課題となっていることが多く、現在の二人の状況は過去世の続きであると言えるほど、状況が似ているケースが多いと感じています。例えば、自分が過去世で誰かと結婚していたために、ツインレイの相手から離れた体験があるとしたら、今世も同じように誰かと結婚している状況でツインレイと出会います。そして過去世でクリアできなかった課題をクリアして、婚姻関係を解消してから、過去世で諦めていたツインレイの相手との統合に向かいます。多くのツインレイは試練の壁によって結ばれなかった、あるいは結ばれた後に引き裂かれるような悲劇的な過去世を追っていることが多いです。そしてその悲劇的な体験が二人が愛を恐れる要因につながっています。いつの頃からかこのような説が出てきました。それはツインレイは真実の愛のつながりであるから、結婚している状況でツインレイと出会っても罪悪感は感じないという説。それに関して私は疑問を感じています。なぜならランナーが逃げる要因の一つに自分が結婚していたり相手が結婚していることがあるからです。私が思うにツインレイが罪悪感を感じないことはないと思います。むしろ誰よりも罪悪感を感じていると思うのです。それは単なる不倫や遊びではないからです。心がどうしようもなく動くからこそ、現在のパートナーや家族に対して罪の意識を感じるのです。自分に愛する存在ができることで、何も悪くない現在のパートナーの心を傷つけていることや、四六時中頭から離れない存在があるのに、それを隠しながら日常を繰り返すことはとても苦しいはずです。それでも多くのツインレイは自分の真実を殺して家族と向き合うことを選択しています。離婚に関して迷っている方も多いと思いますが、判断は状況によると思います。子供がいなかったり、すでに大きくなっていて、離婚しても問題ない状況であるなら、離婚を考えた方が良いと思いますし、子供が小さかったり、
親の問題などの課題がある場合、実際難しいと思います。私が知る中では、ツインレイと出会ってすぐに離婚される方もいれば、何年か結婚生活を続けてから離婚される方もいます。以前お話ししましたように、ツインレイの統合には年数を要します。それは現在の課題に向き合う期間が含まれているからで、課題を途中で投げ出して一緒になろうとしても、うまくことは運びません。仮に自分が結婚していることが要因で相手が離れたとしても、離婚してすぐに統合できるわけではないため、離婚してから子育てや自立などの課題に向き合われている方も多いです。私が思うに離婚が可能であるなら、早くした方が良いと思います。それは現在の結婚相手のためにも、そして自分の真実に生きるためにも。しかしすぐに離婚できる状況でない場合は、現在の課題に集中しましょう。後悔が残らないところまで向き合ったら、離婚のタイミングが訪れると思います。結局のところ、どうしたらよいかの答えは人それぞれの状況によります。言えるのは、ツインレイに出会ったからこそ、向き合うべき課題に一層向き合う必要があるということ。それは仕事や家庭など生きている上でのあらゆる面で、私たちは完全でクリアであることを求められているのです。ツインレイとの出会いは相手と生きるために向かっています。しかしその前に自分を完成させることが必要です。だからこそ自分を生きることを促されているのです。以上です。離婚は大変難しい問題ですが、傾向として男性よりも女性の方が、ツインレイと出会ってすぐに離婚される方が多いように思います。また、ツインレイと出会った後に意図しない何かの理由で、自然に離婚に至るケースもあります。もちろん、女性が離婚した場合のリスクは大きく、自立や子育て等の課題を乗り越える必要がありますが、それでも自分の真実に生きることができるため、現実の生活は厳しくても、精神的には結婚を続けているよりも少しは楽だと思います。ツインレイの初期の情報によると、二人の統合に誰かが犠牲になることはないと言われています。子供がいて離婚した場合も、子供をしっかりと育て上げてから統合に向かわれる方もいますし、すぐに離婚ができなくても、子育てや家のことにしっかり向き合って、課題をクリアしてから統合に向かわれる方も多いです。その間、ツインレイの相手と離れることになっても、本当に運命であるなら、課題が終われば再会が訪れます。前回の動画でもお話ししましたように、二人の未来は運命に預けて、今の最善を選択して参りましょう。それでは、シリウス中継を終わります。